この会社は70歳の明伯楽によって作られました。しかもその目的はたった1本の映画を完成させるためだけでした。呪術廻戦、チェーンソーマン、進撃の巨人、ザ・ファイナルシーズン。今世界で最も注目を集めるスタジオ、マッパ。年間6本から8本もの作品を世に送り出し、従業員467名を抱える巨大組織。しかしこの会社の始まりは資本金わずか100万円、創業者70歳という常識では考えられないものでした。今回はマッパがなぜここまで成長できたのか、その歴史を徹底的に掘り下げます。創業者丸山正夫という伝説的プロデューサーの半生から2代目社長大塚学による経営革命、そして業界の常識を破壊した 100% 自社出資という賭けまで。この動画を見終わる頃にはマッパの作品を見る目がきっと変わっているはずです。それでは行きましょう。マッパの物語を語るにはまず一人の男の人生から始めなければなりません。丸山正夫、1941年6月19日、宮城県塩竈市に生まれた男です。法政大学文学部を卒業した丸山は、やりたいことが見つからず、約1年間フリーターのような生活を送っていました。将来への不安を抱えながら過ごしていた1965年、知人の紹介である会社に入社することになります。その会社こそが虫プロダクション、手塚治虫が設立した日本アニメーションの原点ともいえる会社でした。しかし驚くべきことに、丸山は入社するまでそこがアニメの会社だとは知らなかったといいます。偶然の出会いが日本アニメ史を変える50年以上のキャリアの始まりとなったのです。虫プロダクションは当時、日本初の30分枠連続テレビアニメ鉄腕アトムを制作し、アニメ産業のシステムそのものを構築している最中でした。丸山はこの現場で手塚治虫という天才の傍らに立ち、プロデューサーとしての基礎を叩き込まれていきます。丸山が手塚から学んだのは技術や知識だけではありませんでした。クレイジーさ、向こう見ずさ、どんなジャンルでも何でも作る。手塚治虫のこの姿勢を丸山は目の当たりにしました。それは後に丸山のプロデューサーとしての DNA に深く刻まれることになります。1970年には歴史的名作明日のジョーの制作に携わりました。チーフディレクターを務めた出崎治らと共に熱量の高い現場を共有した経験は丸山にとってかけがえのないものとなりました。しかし1972年、虫プロダクションは経営危機を迎えます。手塚治虫の理想主義的な経営とアニメ制作の採算の難しさが重なり、会社は立ち行かなくなっていったのです。この危機の中で丸山は一つの決断を下します。出崎治、林太郎、川尻義明といった気鋭のクリエイターたちと共に虫プロを離れ、新しい会社を設立することにしたのです。その会社の名はマッドハウス。社名の由来は千葉県松戸市にあった飲食店松戸ハウスから取ったとも言われています。創業メンバーたちがよく集まっていた店の名前から取られたというなんとも人間味のあるエピソードです。ここから丸山の40年に及ぶマッドハウス時代が始まります。マッドハウスでの丸山正夫はクリエイターの才能を最大限に引き出すプロデューサーとしてその手腕を遺憾なく発揮していきました。1980年、丸山は代表取締役社長に就任。以降数多くの OVA やテレビシリーズ、劇場作品を手掛けていくことになります。丸山のプロデューサーとしての哲学は明確でした。才能ある人間がやりたいことをやれる環境を作る。これを至上命題とし、彼は後に日本を代表する監督たちの作品を次々と世に送り出していきます。1997年、丸山のキャリアにおいて最も重要な出会いの一つが訪れました。
今聡監督のパーフェクトブルーです。丸山は今監督の才能を見抜き、この作品のプロデュースを決断します。当時、今聡は漫画家から転身したばかりの新人監督でした。しかし丸山はその才能に欠けたのです。パーフェクトブルーの制作現場では、今監督のこだわりが随所に発揮されました。今監督は絵を直したいと言い、音を後回しにすることもありました。しかし最終的には、音が気に入らないのは映画じゃないと主張。丸山はその要求に応えダビングを2回もやり直しました。通常であれば予算やスケジュールの制約からそこまでの対応は難しい。しかし丸山は今監督の才能を信じ、その要求に応え続けたのです。興味深いことに今監督はこの1本目での経験から多くを学び、2本目以降は本当に楽な監督になったといいます。丸山が才能を信じて付き合い続けた結果、監督自身も成長していったのです。パーフェクトブルーに続き丸山は今聡監督の全作品をプロデュースしていきます。2002年の千年女優、2003年の東京ゴッドファーザーズ、そして2006年のパプリカ。これらの作品は日本公開に先駆けて海外の映画祭で称賛を浴び、世界21カ国での販売ライセンスを獲得するなど国際的な評価を受けました。マッドハウスのブランドを世界的なものに押し上げた作品群です。しかし興行的には厳しい現実がありました。日本国内では決して大ヒットと言えない数字が続いたのです。商業的には苦しい状況でした。それでも丸山は今監督に映画を作り続けさせました。丸山の球児は明確でした。これだと信じた才能に対しては、とことん最後まで信じ抜く。たとえ赤字続きでも。この姿勢こそ丸山正夫というプロデューサーの本質でした。2006年、丸山はもう一人の重要な監督との仕事を実現させます。細田守監督の時をかける少女です。細田守は当時スタジオジブリのハウルの動く城監督を降板し、東映に戻っていました。業界ではジブリを追われた監督という見方もあった時期です。しかし丸山は細田の降板直後から彼に監督をさせようと接触していました。原作者の筒井康隆からパプリカ映像化の許諾を受けた際、同時に時をかける少女の許可も得ていた丸山は、この機会を逃しませんでした。時をかける少女は最終的に40週に及ぶロングラン興行となり大ヒットを記録。この成功が細田守監督のサマーウォーズ、狼子供の雨と雪、化け物の子という大ヒット作を生み出していく出発点となったのです。丸山の才能を信じる力が日本アニメの歴史を動かした瞬間でした。しかし才能を信じ続けるということは経営的には大きなリスクを伴います。2010年、マッドハウスは経営難に陥り、日本テレビの子会社となることが決まりました。赤字作品への投資が経営を圧迫した結果でした。丸山が信じて支え続けた作品たち、その多くが興行的には振るわなかった。その積み重ねが会社の財務を蝕んでいたのです。新社長は日本テレビ側から派遣されることとなり、丸山は社長職を退くことになりました。40年近く育ててきた会社の経営権を手放さざるを得なくなったのです。そして同年8月、もう一つの悲劇が丸山を襲います。今聡監督が46歳の若さで急逝したのです。膵臓がんでした。今監督は次回作夢見る機会の準備を進めている最中でした。丸山にとってこれは大きな痛手でした。信じ抜いてきた才能が志半ばでこの世を去ってしまったのです。会社の経営権を失い、そして最も信頼していた監督を失った。2つの喪失を経験した丸山は当初こう考えていました。もう隠居しよう。70歳を目前に控え、
引退を考えるのは自然なことだったのかもしれません。しかし丸山には心残りがありました。それが片渕素直監督のこの世界の片隅にでした。片渕素直は宮崎駿の下で魔女の宅急便の演出補佐を務め、その後も地道にキャリアを積み重ねてきた監督です。彼が長年温めていた企画がこの世界の片隅にでした。戦時下の広島呉を舞台に一人の女性の日常を丁寧に描く物語。原作は河野文代の同じタイトルの漫画です。丸山はこの企画の映像化を約束していました。しかし日本テレビ傘下となったマッドハウスでは商業的なリスクが高いと考えられる戦時下の日常を描く地味な作品に大きな予算を割くことが難しい組織構造になっていました。制作委員会を組んで資金を集めようにも、この企画に出資しようという会社は現れませんでした。普通であればここで諦めるところです。しかし丸山は違う選択をしました。せめてこれだけは自分でやらねば。70歳の丸山は引退ではなく新たな起業を選んだのです。2011年6月14日、丸山正夫は資本金わずか100万円で新しいアニメ制作会社を設立しました。社名はマッパ、丸山アニメーションプロデュースプロジェクトアソシエーションの頭文字です。この社名には丸山の思想が込められていました。注目すべきは末尾のアソシエーションという言葉です。日本語にすれば協会あるいは連合。これは固定された会社組織としての枠組みよりも特定のプロジェクトを成功させるために最適なクリエイターが集う場でありたいという丸山の願いを表していました。マッパは当初この世界の片隅にを作るためだけの会社でした。丸山は語っています。面白ければ何でもいい。でも気に入らなければやらない。めんどくさいことを言う人のめんどくさい希望をあえて叶える。虫プロダクション時代から受け継いだこの精神を70歳にして新しい会社で実践しようとしたのです。しかしここで丸山の予想を超える事態が起こります。丸山さんがマッドハウスを辞めて新会社を立ち上げる。この情報が業界を駆け巡るとあちこちから続々と人材が集まってきたのです。丸山と仕事がしたいという人たち、片渕素直監督を慕って集まった人たち、他社を辞めてまで合流してくる者もいました。丸山の業界内での人望が設立当初から会社を大所帯にしてしまったのです。皮肉な状況でした。片渕監督のために作った会社が片渕監督だけのための場所ではなくなってしまった。丸山は集まってきた人材を無限にすることはできませんでした。この予想外の人材集結がマッパの運命を大きく変えていくことになります。マッパ最初の元請け作品は2012年4月に放送された坂道のアポロンでした。1960年代の長崎を舞台にジャズを通じて友情を深める少年たちの物語。児玉由紀の同名漫画が原作です。監督には渡辺慎一郎が起用されました。渡辺慎一郎といえばカウボーイビバップやサムライチャンプルーで知られる音楽とアニメーションの融合に定評のある監督です。しかし当初渡辺は約3年間監督作品を発表していませんでした。丸山は渡辺にこう声をかけました。君のような人が3年も仕事をしていないのは良くない。渡辺は坂道のアポロンの監督を引き受けます。そして彼は一つの希望を出しました。大塚学と組みたい。大塚学はアニメ制作会社スタジオ 4°C でプロデューサーとして活躍していた人物です。渡辺の希望により大塚はマッパに合流することになりました。この出会いが後のマッパの運命を決定づけることになります。大塚学は1982年生まれ、丸山より40歳以上若い世代です。
大学では経営学科に在籍していましたが、アルバイトばかりしていたといいます。スタジオ 4°C 時代は作品単体のことしか考えていませんでしたが、マッパに来てからは会社経営そのものに興味を持ち始めました。坂道のアポロンはジャズの演奏シーンを手書きアニメーションで丁寧に再現し、高い評価を受けました。マッパの難しいことをあえてやるという姿勢を最初の作品から示したのです。しかしマッパの創業初期は決して順風満帆ではありませんでした。2014年頃、マッパは極めて困難な状況に置かれていました。大塚学は当時を振り返りこう語っています。いつ潰れてもおかしくない状況だった。この時期マッパは複数の重いタイトルを同時に走らせていました。残響のテロル、渡辺慎一郎監督によるオリジナル作品で、テロリストとなった少年たちを描く社会派サスペンスです。進撃のバハムートジェネシス、サイ・ゲームズのソーシャルゲームを原作とした作品で、ファンタジーの世界観を圧倒的な映像美で描くという挑戦的な企画でした。画廊、炎の刻印、特撮ドラマのアニメ化というこれまた難度の高いプロジェクトです。制作会社が受け取る制作費だけでは、クオリティを追求すればするほど赤字が膨らむ。これはアニメ業界の構造的な問題でした。しかし大塚はある確信を持っていました。ここで無理をしてでもマッパという名前を業界に刻み込み、インパクトを残さなければスタジオとして生き残る道はない。この確信に近い焦りがボロボロになりながらの納品を生み出しました。特に進撃のバハムートジェネシスではテレビシリーズの枠を超えた圧倒的な映像クオリティで業界を驚かせました。ソーシャルゲーム原作という当時は低品質でも許されると思われがちなジャンルで映画並みの作画を実現したのです。この作品がサイ・ゲームズとの信頼関係を築く契機となりました。大塚は後にこう振り返っています。会社経営を軌道に乗せる最も苦しい時期にサイ・ゲームズと早い段階で信頼関係を結べたことは大きかった。この信頼が後のゾンビランドサガにもつながっていくのです。2016年はマッパにとって運命の年となりました。この年2つの奇跡が起こります。1つ目はマッパが設立された原点であるこの世界の片隅にの公開です。しかしこの作品が世に出るまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。資金難で制作中止の危機に何度もさらされました。制作委員会を組もうにも出資してくれる会社が現れない。戦時下の日常を描く地味な作品は商業的なリスクが高すぎると判断されたのです。この状況を打開したのがクラウドファンディングでした。2015年、片渕監督とマッパはクラウドファンディングでパイロットフィルムの制作資金を募ることを決断します。当時としては劇場アニメでクラウドファンディングを活用するのは画期的な試みでした。結果は予想をはるかに超えるものでした。目標の2000万円をわずか8日間で達成。最終的には約4000万円が集まりました。この資金がパイロットフィルムの制作やスタッフの確保に充てられ、作品の完成を後押ししたのです。2016年11月12日、この世界の片隅にはわずか63巻という小規模な公開からスタートしました。しかし公開後の展開は誰も予想しなかったものでした。SNS を通じて観客の感想が爆発的に広がったのです。こんな映画を待っていた。涙が止まらなかった。口コミが口コミを呼び、上映館はどんどん拡大。最終的には日本国内最長となる1133日連続のロングラン上映を記録しました。累計動員数210万人、興行収入27億円を突破。
第40回日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞を含む多数の賞を受賞しました。70歳で会社を立ち上げた丸山のせめてこれだけはという執念がついに実を結んだ瞬間でした。そして2016年にはもう一つの奇跡が起こります。ユーリオンアイスの放送です。男子フィギュアスケートを題材にしたオリジナルアニメ。監督は山本小夜、原案は久保光郎という夫人でした。この作品はこれまでのマッパ作品とは異なる方向性を持っていました。フィギュアスケートという華やかな世界を舞台に、競技者たちの情熱と彼らの間に生まれる絆を描く。作画は徹底的にリアリティを追求し、ジャンプの踏み込み、スピンの体重移動、滑走中の微細な表現まで研究し尽くしました。モーション部分を 3DCG で精密に構築し、人物の芝居や感情表現は手書きで表現する。この手法により従来のスポーツアニメでは実現困難だったリアルな競技シーンを作り上げたのです。放送が始まると作品は女性層を中心に国内外で空前のブームを巻き起こしました。SNS は有利の話題で埋め尽くされ、海外のファンからも熱狂的な支持を受けました。関連グッズは飛ぶように売れ、聖地巡礼で佐賀県の唐津が賑わうほどの社会現象となったのです。しかし、この世界的な成功は、大塚にある種の悔しさをもたらしました。作品が大ヒットし、グッズや配信で多大な収益が上がっても、制作会社であるマッパに入る利益は微々たるものだったのです。これは当時のマッパが制作委員会の出資メンバーに入っておらず、固定の制作費を受け取るだけの立場にあったためでした。世界中でビジネスとして注目を集めるアニメを作った側が、その利益を享受できない。この構造的な矛盾に大塚は強烈な問題意識を抱くことになります。そしてこの経験が後の 100% 自社出資という戦略へとつながっていくのです。2016年4月、マッパにもう一つの大きな転換点が訪れました。創業者の丸山正夫が会長に就任し、代表取締役社長の座を大塚学に譲ったのです。丸山は同時に企画開発に特化したスタジオ M2 を新たに設立し、マッパの経営からは完全に身を引きました。この経営交代は、マッパというスタジオの性質を劇的に変化させることになります。丸山正夫がクリエイターの夢を叶える職人的なプロデューサーであったのに対し、大塚学はスタジオを永続的なビジネスとして自立させる戦略的な経営者でした。大塚の考え方は明確でした。業界の抱える問題から目を背けない。作品数が多いということはアニメーションに需要があるということ。その需要に対して高品質な作品をいかに供給できるかが問題。アニメ制作だけで利益が出ない業界構造を打破するため、大塚は制作体制の抜本的な改革とビジネスモデルの転換を断行し始めます。まず、制作本数を大幅に増やしました。毎年4本から8本のテレビ・ウェブアニメシリーズを制作し、2011年の設立から2024年までに約50シリーズを手掛けています。多くのスタジオが労働環境改善のために作品数を減らす傾向にある中、マッパは逆に増やす方針を取ったのです。大塚はこう語っています。活躍できる人が活躍したい時にやりたい作品にチャレンジすることを尊重する。この姿勢が優秀なクリエイターを引きつけ、さらなる制作能力の向上を生むという好循環を目指したのです。制作キャパシティの拡大も急ピッチで進められました。2018年4月には丸山の故郷に近い宮城県仙台市に仙台スタジオを設立。東京一極集中による人材獲得競争を避け、東北の若手クリエイターを
自社で育成・確保するための戦略的拠点でした。さらに2023年には大阪スタジオを始動。こちらは CGI 部門の強化拠点として機能しています。マッパは早い段階から 3DCG と作画の融合を目指していました。社内に CGI 部門を持ち、大阪スタジオではブレンダーを実製作に投入する試みも始めています。将来的には京都アニメーションのような内製化を目標に掲げているのです。またアニメ制作以外の事業も積極的に展開し始めました。ライツ事業、イベントマッパステージの開催、音楽レーベルの運営、そして映画配給への参入。アニメを作るだけの会社からの脱却を目指す大塚の戦略が着々と進められていきました。2018年、マッパはある作品で大きな話題を呼ぶことになります。ゾンビランドサガです。この作品の誕生エピソードは、マッパという会社の真髄を象徴しています。きっかけは文字通り、エレベーターの中の一言だったと語られています。サイ・ゲームズのプロデューサーが別件の打ち合わせでマッパを訪れた日のこと。打ち合わせが終わりエレベーターに乗り込んだサイ・ゲームズ側と大塚社長。扉が閉まりかけたその瞬間、サイ・ゲームズ側からゾンビ×アイドルというアイデアがポロッと出たといいます。普通であれば何それと笑って終わりそうな突飛なアイデアです。しかし大塚はそれ面白いですねと即座に乗ったのです。そこから佐賀県を舞台にしたご当地アニメという要素が加わります。ゾンビになったアイドルたちが過疎化が進む佐賀県を救うために活動するという奇想天外な物語が形になっていきました。宣伝戦略も異例でした。放送開始までこの作品がアイドルアニメであることは一切公表されませんでした。第1話の衝撃的な展開で視聴者を驚かせるという仕掛けを最後まで守り通したのです。放送が始まるとその仕掛けは見事に機能しました。騙されたという声とともに作品は瞬く間に話題となり、オリジナルアニメとしては異例の成功を収めます。佐賀県とのコラボレーションも大きな反響を呼び、聖地巡礼で佐賀を訪れるファンが続出。地方創生の成功事例としても注目されることになりました。もしあのエレベーターで大塚がそんなの無理ですよと一周していたら、この作品は存在しなかったのです。面白そうなら即決する。丸山正夫から引き継いだ面白ければ何でもいいという精神がマッパの意思決定のスピードを支えていました。2020年、マッパは怒涛の年を迎えます。まず1月、ドロヘドロのテレビアニメが放送開始されました。林田久による原作漫画は独特の世界観とグロテスクな描写で長年映像化不可能と言われていた作品です。マッパはこの難題に 3DCG と作画のハイブリッドという手法で挑みました。通常のアニメ制作では各工程の役割分担が明確に決められています。しかしドロヘドロの制作現場ではその制約をあえて緩くしました。3DCG から撮影に至るまで協力会社とも力を合わせて横断的に関わり、制作スタッフ全員でクオリティを上げていく、そんなポジティブな雰囲気での制作が実現したのです。結果映像化不可能という評価を覆す唯一無二の映像が完成しました。そして2020年10月、マッパの名前を世界に轟かせる作品の放送が始まります。呪術廻戦です。芥見ゲゲによる週刊少年ジャンプ連載の漫画を原作としたダークファンタジーバトルアニメ。呪いをテーマにした独特の世界観とキャラクターたちの魅力的な掛け合い、そしてジャンプ作品らしい熱いバトル展開。マッパはこの作品を圧倒的な作画クオリティで映像化しました。放送開始直後から作品は大きな話題となりました。特にアクションシーンの動きの滑らかさ、
キャラクターの表情の豊かさは視聴者を驚かせました。SNS では毎週のようにトレンド入りを果たし、国内だけでなく海外からも熱狂的な支持を受けます。そして2020年12月、マッパに大きな転機が訪れます。進撃の巨人ザ・ファイナルシーズンの制作を引き継ぐことになったのです。進撃の巨人は諫山はじめによる大ヒット漫画を原作としたアニメで、第1期から第3期まではビットスタジオが制作を担当していました。しかしファイナルシーズンの制作はマッパが引き継ぐことに。この制作会社の変更はファンの間で期待と不安という相反する感情を巻き起こしました。ウィットの作画が好きだったのに、マッパで大丈夫なのか、そんな声が SNS にあふれました。しかし放送が始まるとその不安は払拭されました。ドロヘドロの主要スタッフ、林雄一郎監督、脚本の瀬古博史、キャラクターデザインの岸智弘らが制作を担当し、原作の持つ重厚なドラマと迫力あるアクションを高いクオリティで映像化したのです。呪術廻戦進撃の巨人はマッパを世界で最も注目されるアニメスタジオの座へと押し上げた作品となりました。2022年、マッパはアニメ業界の歴史に刻まれる決断を下します。藤本タツキ原作の人気漫画チェーンソーマンのアニメ化に際し、通常の制作委員会方式を一切取らず、制作費 100% を自社で単独出資したのです。これはアニメ業界では極めて異例の挑戦でした。通常アニメの制作費はテレビ局、広告代理店、出版社、レコード会社など複数の企業が出資する制作委員会によって賄われます。リスクを分散できる一方で、利益も出資比率に応じて配分されます。制作会社は多くの場合、制作委員会には出資せず、固定の制作費を受け取って作品を作る立場です。作品がどれだけヒットしても制作会社の収入は変わらない。これがアニメ業界の常識でした。大塚社長はこの構造に疑問を持ち続けていました。アニメの制作委員会などでグッズや配信の権利を持つ会社はかなりの利益を稼いでいる一方、制作会社は業界内で一番稼げない構造になっている。ユーリオンアイスの大ヒット時に感じた悔しさがこの決断の根底にありました。大塚は集英社に対して 100% 出資でやらせてほしいと提案しました。正直まさか OK が出るとは思わなかったと大塚は振り返ります。100% 出資には大きなリスクが伴います。作品が失敗すれば全ての損失をマッパが負う。しかし同時に成功すれば全ての利益がマッパに還元される。そして何より意思決定を全て自社でコントロールできるのです。チェーンソーマンではその自由度が存分に発揮されました。象徴的だったのはエンディング曲を全12話で毎回変えるという前代未聞の試みです。12組のアーティストによる12曲のエンディング。通常の制作委員会方式では調整に膨大な時間がかかり、実現は困難だったでしょう。監督にはチェーンソーマンが初監督作品となる中山龍を起用。映画的な画面構成と独特の演出で原作の持つ邪悪さを見事に映像化しました。放送が始まると作品は大きな話題を呼びました。ただし反応は二分されました。原作ファンの一部からはテンポが遅い、原作と雰囲気が違うという批判も上がりました。一方で映画的な演出を高く評価する声も多くありました。この賛否両論は 100% 出資という選択の帰結でもありました。制作委員会方式であればより安全な演出が求められたかもしれません。しかしマッパは自社の判断で挑戦的な方向性を選んだのです。結果について大塚社長はこう語っています。収支においては完全に成功だった。ただし呪術廻戦と同じようなインパクトが出しているかというと
まだ満足はできていないとも。この経験を通じマッパは権利管理や商品企画など制作委員会が従来行ってきた業務を自社で経験しました。いい勉強になったと大塚は振り返ります。100% 出資も制作委員会もあくまでビジネスの形の一つ。今後も作品や状況に応じて様々な座組で作品作りをしていく。ここまでマッパの成長の軌跡を追ってきました。70歳での起業、制作委員会への挑戦、世界的なヒット作の連発、華々しい成功の物語です。しかしこの急成長には避けて通れない影の部分もあります。多数の大型プロジェクトを同時進行することによるスタッフへの負担、過密な制作スケジュール、こうした指摘は国内外で出てきました。2023年には呪術廻戦第2期の制作において過酷な労働環境に関する告発的な投稿が SNS で相次ぐという事態が起きました。アニメーターたちからはスケジュール管理の不備や過密な作業の実態を訴える声が上がりました。燃え尽きそうだという趣旨の声も上がったのです。こうした現場の声はマッパが掲げるエネルギーと衝動という理想が現場の自己犠牲の上に成り立っている可能性を示唆しています。大塚社長自身もこの問題を認識しています。しわ寄せもある。ちゃんと時間をかけて強固な骨格を作ることができたわけではないので、骨格も作りつつだけど生き残るためにガンガン筋トレもするという状態。どこかで満足してしまったら骨折する。急成長への歪みの危機感は本人も持っているのです。マッパは労働環境の改善と映像表現の追求の両立を目指しているとしており、地方スタジオの開設や内製化の推進はその取り組みの一環でもあります。しかし多作戦略を維持しながら労働環境をどう改善していくのか、この問いに対する明確な答えはまだ見えていません。マッパの今後を占う上でこの問題への対応は最も重要な焦点と言えるでしょう。ここで一つ、丸山正夫の才能を信じ抜く姿勢を象徴するエピソードを改めて紹介させてください。丸山がマッパを設立した理由は、片渕素直監督にこの世界の片隅にを作らせることでした。その目的は2016年に見事に達成されました。しかし皮肉なことに、マッパは丸山の人望によって設立当初から大所帯になってしまいました。片渕監督のために作った会社が、片渕監督だけのための場所ではなくなってしまったのです。集まってきた人材を生かすためマッパは多くの作品を手掛けるようになりました。それ自体は会社として正しい選択だったのでしょう。しかし丸山には片渕監督への約束がありました。この監督のこの作品を作る場所を用意する。その原点を丸山は忘れていませんでした。2019年、丸山は一つの解決策を示します。片渕素直監督専用のマッパ子会社コントレールを設立したのです。片渕監督はマッパから席をコントレールに移し、現在は鶴羽色の凪子たちを制作中です。才能を信じ抜くという丸山の姿勢は会社の形を変えてでも貫かれました。マッパは大塚学の下で成長を続け、片渕監督は専用の環境で作品制作に専念する。70歳で会社を作った男がその原点を見失わないために選んだ一つの決着でした。このエピソードはマッパという会社の本質を物語っています。規模が大きくなっても、ビジネスが複雑になっても、才能を信じその才能に最適な環境を用意するという姿勢は変わらない。それこそが虫プロダクションから受け継いだ DNA なのかもしれません。マッパの歴史は丸山正夫という一人のプロデューサーのせめてこれだけは自分でやらねばという思いから始まりました。
70歳で起業するという常識外れの挑戦は、業界内の人望と50年以上培ってきた信頼関係によって実現しました。丸山から大塚学への経営承継は、創業者の理念を守りながらも、企業として成長するための現実的な戦略を採用するという理想と現実のバランスを取る試みでした。面白ければ何でもいい。でも気に入らなければやらないという理念。それを会社として貫くことの困難さを知りながらも、マッパは挑戦を続けています。急成長の歪みと現場からの声。光と影が入り混じりながらマッパは走り続けています。マッパがクリエイターの幸福とビジネスの成功をどう両立させていくのか。その挑戦は日本アニメーションの10年後の姿を決定づけるものになるかもしれません。それではまた近いうちに。